everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。Today, I'm gonna explain that anyone can learn to distinguish the English L and R sounds. 今日は80代で英語は全くの素人で、軽度の認知症のうちの父が1日で英語の L と R を習得した話をします。L と R、例えば read, lead, frame, flameとかですね。これが原因で通じない、聞き取れないという人はたくさんいると思います。でも、うちの父でさえ1日で L と R をできたから、皆さんができない理由はどこにもないという話をします。まず、うちの父はどういうタイプの人かを説明します。例えば、すごく印象に残るレストランでステーキを一緒に食べたのに、次の日にはそのことを全く覚えてないという感じで、病院でも軽度の認知症だと診断されているので、本物の認知症です。だけど、認知症になってから生まれた孫の名前も覚えているので、全く何も覚えられないわけではないんですけど、発音に限らず新しい技術を身につけるのは非常に困難だと思います。記憶ができないですからね。それに理解力もかなり落ちてて、小学校低学年の子たちの方が断然理解力が高いです。しかももともと理解力が悪いことは自他共に認めてて、で自分でも人の3倍時間をかけないとできないというふうに昔から言ってました。あと野心がないというか向上心がないです。例えば、生まれ持った身体能力は高くて、中学までは全く練習しなくても短距離は学年で一番早かったらしいんですけど、向上心がなくて技術を身につけないから、練習しないから、スポーツは何もやってないんですよね。もったいない気はしますけど、本人がそういう性格だからどうしようもないですよね。こういういかにも発音に向いてなさそうなタイプの人をどう攻略するかというのも発音指導の面白いところです。で、長所を探すと、音痴ではないですね。歌うのが好きで、ちゃんと音程は取れてます。特別音感がいいわけではないけど、悪くもないかなという感じですね。でも練習はしないから別に楽譜の読み方も知らないし、楽器も何もやらないですけどね。でもだからイントネーションとか、あと日本語のピッチアクセントとか、あと中国語の成長とかね、こういう音程系のレッスンではそこまで苦労しないですね。で、うちの母は音程が全く取れない人なので、イントネーションとか音程系の練習は結構苦労しますけどね。父はそこまで苦労しないです。あと耳、聴力もそんなに衰えてないです。あと向上心がないことの裏返しでもあるんですけど、全然くよくよしないんですよ。認知症でも全然悩まないんです。悩まないのはいいですよね。僕は結構くよくよするので、ここは見習いたいですね。あと単純作業もめんどくさからずにやります。めんどくさいっていう言葉がありません。ここも活かせそうです。ということで、こういう長所を活かして、まずレッスン前に light を発音してもらいました。ライト。こういう風にね、全く区別する気がありません。で、L と R を区別できない人は、大抵できるできない以前に最初から区別しようって思ってないわけですよね。どんな音かも知らないですしね。あと、ライトっていうように最後に母音をつけてますよね。ライト。それで L と R の発音の仕方を教えたんですけど、記憶ができないのでスキルとして身につけるということはとりあえず諦めて、この時はとりあえず言われた通りの動作をしてくれとだけ言いました。まず L です。L の子音だけです。L は結構いい感じですよね。でも R に苦戦してて、本人は R の口の形をしてるつもりなのに L っぽい音になっちゃうんですよね。こういう風に。頑張ってる感はすごい出てますけどね。で、これは全然珍しいことではなくて、学生とか若い人でも、あと英語力自体は上級者の人でも、こういう症状の人はいるんですよね。僕はあまり日本人には舌を巻く R をお勧めしないんですけど、とりあえず R の音を出させるために、舌を巻くように言ってみたんですけど、やっぱりそれでも L っぽい音になっちゃうんですよ。でも、こういう人はいるので、修正の仕方はあるんでね、なんとかそれっぽくしました。ちょっとそれっぽくなってきましたよね。今度は right です。ライト。動画を見ていただいている方で L と R があまり聞き分けができないっていう方のためにビジュアルでお見せします。これはネイティブの発音ですけど、周波数を見ると light 何も難しいことは考えず、L はこのラインがこの高さです。で、R は right このラインがこの高さなんです。低い位置なんです。うちの父もライト。L は結構それっぽいですよね。で、R は一番最初がちょっと L っぽくなっちゃってますけど、ここからはいい感じですよね。この辺はいい感じです。ライト。だから、ちゃんと区別できてるんです。
ちゃんと L と R に聞こえる音です。だからね、その場でできるんですよね。それで別な動画でお話ししてるんですけど、うちの母はちゃんと教えたら聞き分けもその日のうちにできるようになったんですよ。でも父はやっぱり学習がなかなかできないので、どういう音かを覚えられないので、聞き分けることはこの日はできなかったですね。で、もうダメかなと諦めてました。ところが10日くらい経って L と R を聞かせたところ、もう L と R でしょっていう風に言ってサクサク聞き分けるんですよね。もうこれは感動でしたね。早い発音だと聞き分けられないんですけど、ゆっくりのだったらサクサク聞き分けられます。それでこれが10日後の L と R の発音です。ライト、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 ライト。こういう風に自己流の発音にはなってますけど、ちゃんと区別してるんですよ。ちなみに R のこの right って巻き舌になってますけど、これで通じます。この巻き舌っていうかトリルの R で通じます。英語ネイティブはこの right。これで R としてちゃんと聞き取ってくれます。だから、英語の R が苦手な人は、ぜひこの巻き舌っていうかね、このトリルのこのルルルっていう発音をするのは大いにありです。これはね、ぜひやってみてください。だから、ある程度技術として身についたかなと思うんですよね。ただ、ここでやってはいけないことがあります。でも、それをやってしまった例を挙げます。これはうちの父がジングルベルの英語版を歌ってるところです。Was a face we go, laughing all the way. ここでこの L をトリルの巻き舌にしちゃってますよね。Laughing. これは絶対ダメです。トリルにすると R になっちゃいますからね。トリルはあくまで R だけです。L は絶対やっちゃダメです。このルルルっていうトリルが得意な人は L も全部トリルにしちゃったりする人もいるんですけど、それはダメです。結論としては、80代認知症、英語は素人、外国語に興味がない、向上心がない、人の3倍やらないと身につけられない。それでも1日で L と R が発音できるようになり、10日後も通じるレベルで L と R を区別できるようになり、聞き分けもある程度できるようになりました。それで勝因は、うちの父は自ら努力はしない人なんですけど、うちの母が毎日のように練習させてて、父も暇ですしね、めんどくさいという言葉がないので、言われた通りに一応やってたんでしょうね。それでくよくよしないので、できなくても悔しいと思わないからストレスがたまらない。で、向上心がないから、できるようになろうとは思ってないけど、でもただ淡々とやってたら気がついたらできるようになってた。みたいな感じでしょうね。ただ身体能力の高さはもう衰えてるんで活かせたかわからないですけどね。この動画が少しでも役に立つと思ったら、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。